こいつはここまでか。同じく9月の21日、ここからちょっとそのラインオブアクション的なその大雑把な当たりを取る部分を薄いペンで書いて、その上からなんかペン入れをしてはどうかみたいなことをちょっと試していますね。試そうとでも思った結果、でもなんかその薄い方の線でなんか書き切っちゃっていて、これを上からなぞり始めると結局自分の漫画の絵になってっちゃいそうだなと思ってる感じかな。この辺はだから動きがある程度拾えてきているけど、難しいな。ちょっとでもこなれてきているとか、このぐらいの大きさの紙にその人体の大雑把な動きだけを描くときはこのぐらいの線でいいみたいなものがちょっとだけつかめてきてますね。なんていうか、自分はだから写真とかあるいはそのモチーフがあるもの、立体物で実際にこうリアルな3次元のそのものを置いてそれを描くみたいに何でもいいけど、モチーフがある時にはなんか自分の考え方とか自分の価値観みたいなものをちょっと脇に置いて、その機械的に引き写すみたいな描き方をするように、多分石膏デッサンとかを長くやってたからなんだろうけど、写真を単純に引き写すんであればそれでやると割と正確に写真を引き写すことはできるんですけど、そうするとやっぱり絵としてはなんだろうな、その硬いというか、やっぱ動きの死んだ絵になりがちなので、それよりはもっと仕草とかを、自分はこの人のキャラクターのこの人物のその仕草なり感情なりをこのように判断しましたっていうのが絵の中に現れるような描き方をなんかできた方がいいですね。なんか動きポーズみたいなもので検索すると格闘技のなんか写真がいっぱい出てくるんで、そのあたりを一生懸命撮ってますね。これは割と綺麗に、この元のモデルさんのポーズも綺麗だったんだけど、綺麗に描けている。ちょっと日数が空いて9月の25日だから、このあたりは何枚も絵を描いて手が動くようになってるんですよね。でこの辺は、これは前の動画でも言ったけど、その逆に数日経ってまた最初の1枚なんで、また線がなんていうかこう手が動かなくなってる。最初のやっぱり5分10分はなんか動かないですね。これでもなんか3枚目ぐらいでちょっと手が動くようになってきている。この辺はだからジェスチャードローイングのそのもともとのその自分が本で、知った佐藤福郎さんって方の、本を何冊か買った時に呉竹の、なんかそのペンを使ってて、同じ、漫画用のペンみたいな筆ペンのちょっと硬いやつみたいなやつをちょっと買って一緒に同じ画材でやってみようと思って書いたやつがちょっと太くて、もうちょっと大きな紙にザクッと書くんだったらこのぐらいの太さがいいんですけど、これはシャツがダブダブで体の中の形が分かりづらくて、でも写真を引き写してるから、そのダブダブの分かりづらいシャツの形を写しちゃってるんですよね。中の体じゃなくて。だからジェスチャードローイングの時はそういうふうに体の中がこういう形で、肩がここで背骨がこうでみたいなことをもうちょっと自分の中で整頓して書いちゃってもいいんだろうな。なんかこの時はまだ写真を写さなければって思ってますね。そうだな、なんかこうやっぱ最低限顔ぐらいはちょっと描いといてあげないと、見た時になんかこうパッとしないですよね。これは多分ピンタレストとかで探すと多分ポーズでやるとよく出てくる写真で、元のなんか写真の権利的なもの大丈夫なのかな。似てないから大丈夫か元の写真はねすげえかっこいいポーズなんですよ。これはうまく拾えてないですね。これは走っているポーズだけど、走るポーズも難しくて、手とかその中途半端な動きのポジションじゃないですか。なんかこうその中途半端なところで止まっていても動きが出せるようになるといいですね。
この辺りももしかするともう一枚書いたらなんか動きとかある程度いろんなことが頭に入った状態でもう一枚書いたら、でもこの服がこうダブっとしてるからって言ってこのダブって書いてるけど体はここにこうあるんだよみたいなことをもうちょっと意識した書き方ができたかもしれないですね。一応だからその大きなラインオブアクションみたいなものを取ってから書いてはいるんですけど、難しいですね。なんかこうある程度そうだな動き取れてはいるんだけど、もう一つこれもある程度かけてはいるけど、こっからあともう一つなんだろうな、こういうポーズを例えば自分の絵で自分の漫画で描こうと思ったら多分もっとこう整えるんですけど、写真の人体って自分の考えるなんか自分の漫画の絵柄の人体とは違うんで、なんかそのあたりでこう、うまくなんかこの辺りでなんかでもキャラクターとして描きたいみたいなものとその写真を写さなきゃとで迷っていて、ちょっと顔をちゃんと描かなきゃなみたいなことをやって、でも顔を描き始めると時間食うなとか、なんかそんなようなことを思ってますね。これはあれか、国用のファインライターで、ファインライターはこういうジェスチャードローイングにはなんか合ってますね。描きやすかったな。この辺りは割とまあ綺麗に描けてるかな。でもそうだな、もう一つこの辺りだから枚数を書いてある程度手が動くようになって、また日が変わってまた手が動かなくなっている。これはなんかシーインインクっていう見る角度で光の当たる角度で色が劇的に変わったインクを買ったんで、なんかそれを試したくなっちゃってるけどね。アクション難しいですね。なんか弓矢とかもなんかその元の写真はだからこういうふうに引いて肩の位置が結構こっち側にこうグッと来てるんですよね。なんでそれを拾ってるんだけど、なんかこうもっとなんか漫画で描くんだったらもっと伸びやかに腕をこっちにやった方が見栄えがしそうなのになみたいなことを思いながら、なんかちょっとこの弓矢自体がこう手前に来ていてなんだけど、それでもなんかもうちょっとこっち側に肩があってもいいのに、子供に勉強を教えている。この辺りでなんだっけ、ローラークライナーっていうなんか耐水性のなんかねスケッチ用のインク出してる、いろんなインク出してるんだけど、その中のローラークライナーのその耐水性のあるそのインクのシリーズが色が好きで何種類か買ったんだけど、その中の黄色の色が割とこういうものの下書きに良くて、黄色で下書きして、何か太い万年筆で書くみたいなのがこの辺りで手法として自分の中で今、やり方としては確立してきたかなっていうところですね。黄色でラインオブアクションみたいなものをニューッと引いてそれを元にっていう。
これは割と動きがよく取れた。もうちょっと腰の位置とかを。難しいですね。この線をジャガジャガしてごまかしちゃうとちょっと動きが出たりするんだけど、それをやっていいものかどうか。10月の5日か。これは写真に引っ張られすぎで、これをもとに何かもうちょっとと思ったけど、これはだからペンが太すぎてなんかうまくいかなくなっちゃった。これは元の写真は全然違くて、何か自分の漫画の絵にできるような、その漫画のキャラクターにその元の写真のポーズをやるみたいな、全然その元の写真とは別にポーズと仕草となんか動きだけもらってきて、自分のキャラクターに当てはめて描いたりとかできないかなって言って描き始めて、ちょっとペンが太くてやりづらくて途中でやめちゃいましたね。なんかだから今ちょっとそういう方向に、自分の絵にしちゃっていいやみたいな、でも動きはとかその仕草とか何かそういうものは元のところからうまく引っ張ってこようみたいな。そうするとあれですよね、その写真のどうなんだろうな、元の写真とかけ離れて関連がなくなるので、写真を参考にしてても参考になんていうかな、その写真をこうなんかこうパクったみたいなこう怒られ方をしないで済むかなと思ったり、逆にでもそれでこの写真をなんか元ネタにしてるだろうみたいな言われ方をしちゃうかもしれなくて、これは明らかに特定の写真を元にして描いてるけど、その自分の絵柄みたいにしようとしてるやつですよ。これは単純に石像を使ってますけど、そんなようなことを今ちょっとやろうとしてるあたりが、これが10月9日だから昨日か。少しキャラクターをみたいなところですかね、みたいな感じで今のところ書いておりますよと。どのぐらい喋っただろう、でもやっぱりまだなんですよね。なんかこうまだだからスタイルが確立していないので、もうちょっとその枚数を書いて、自分なりに形を整えていきたいと思ってます。ただこれはなんか絵興味ある人は おすすめで、とても短時間で描けるので、そんなにこうくたびれずに、やれるのと、隙間時間でちょっと描いたりできるので、なかなかいいんじゃないでしょうか。自分としてはそのポーズマニアックスだっけ、なんかそのポーズとかで検索すると割と最初に出てくるいろんなポーズを 3D モデルとか写真とかで紹介してくれてるサイトがあって、で、そこを見るか、ピンタレストでなんかポーズ写真とかで検索して出てきたものとかをなんかこう、使っていくと、素材はいくらでもあっていいんじゃないかなと。あるいはだからさっき僕がやったみたいに、なんとなく街中を写真撮っといて通行人の人を描いてみるとかしたりするといいんじゃないかなと思います。ジェスチャードローイング面白いよっていう話で、自分ももうちょっと様になったらまたちょっと紹介します。ありがとうございました。ではでは。